はい、哲也です。今日はね、CPAC 演説、トランプ大統領復活へというテーマでお話してみたいと思います。米国時間の2月28日、日本時間の3月1日ですけれども、トランプ前大統領はホワイトハウスを去った後初めてとなる演説をね、CPAC の年次総会の最終日に行いました。僕も仕事をしながらですけどもね、ざっと聞きましたけれどもね、トランプさんはなんやかんや言ってもね、やっぱり共和党の顔であり、まさに核となる人物ですよね。1時間半を超える長丁場の、立ちっぱなしの演説、今年75歳になる老人とはとても思えないすっごい迫力とエネルギーでしたよ。まさに超人的でしたし、そして何よりも感動的でした。今回はそこで語られた内容の骨子をこの記事をベースにズバッとね、簡潔にまとめてお伝えしたいと思います。今回の演説の柱の一つがバイデン政権批判でした。トランプさんはバイデン大統領が就任1ヶ月で行ったこの大統領令とかね、いろいろ矢継ぎ早にやってきたじゃないですか。そういう政策転換ですね。これをもう史上最悪のことだったとこき下ろしました。具体的に言えば、バイデン氏は社会主義への過激な道を歩もうとしていると注意を喚起したんですね。その上でこう語りました。私たちは米国を救い強化し、そして実際共産主義につながる急進主義、社会主義と戦っていく。バイデン政権がダメになっていくことはみんな知っていた。しかしどれくらいダメになるのか、どれくらい左傾化するのかは誰にも想像がつかなかったのではないかとね。今回の演説の中でトランプさんが多くの時間を割いたのはバイデン氏の移民政策への批判。バイデン氏がトランプさんの移民政策をね、ことごとく覆したことが将来大量の違法移民を米国に入れることにつながっていくということなんですね。それがまた犯罪を生み、人身売買を生みですね、いろんな悪事とつながっていくということなんですね。この点に関してね、トランプさんはこう語りました。バイデンの過激な移民政策は単に違法というだけではない。それは不道徳であり、無情であり、そして我が国の価値に対する裏切りでもあるとね。ここでトランプさんはちょっと踏み込んだ発言します。トランプさんはバイデン氏の移民政策だけでも2024年の大統領選で民主党が敗れるに十分値するとした上でね、ここが大事ですよ。ひょっとしたら私は民主党に3立てを食らわす決意をするかもしれないと言ったんですよ。ね、ちょっと意味深でしょ。3立てとは3回連続の敗北という意味なんですけども、確かに民主党はね、1回目ヒラリーさんが、トランプさんに敗北しました。2回目は、不正がなければね、バイデン氏はトランプさんに大敗を喫していたわけですね。そして2024年にはバイデン氏はトランプさんに敗北するだろうってことなんですよね。これを3立てと言ってるわけですけども、実はここに集まった聴衆の大多数がトランプ氏の次期大統領選への出馬の決意表明をね、本人の口から聞きたかったわけなんですね。ですからトランプさんのこの言葉を実質的な出馬表明と受け止めた人が多かったんですね。その証拠にこの言葉を聞いた瞬間、大歓声とスタンディングオベーションが起こりましたよ。またトランプさんはバイデン氏に学校も直ちに再開するように求めました。大統領が学校再開に抵抗を示す教員組合の意向で動いていることを強く非難したんですね。トランプさんはその他にもバイデン氏が性同一性障害の生物学的には男性がですね、心が女性だからといってね、女性アスリートとして認められているのは本当におかしいとこっぴどく批判しました。また中国の傀儡と化した WHO への再加盟、キーストン XL パイプラインの中止、そしてパリ協定への復帰といったことを、矢継ぎ早に厳しく非難したんですね。こうした問題については昨日取り上げたポンペオ前国務長官の演説に関する解説でも触れたのでね、ここでは繰り返しませんけれども、トランプさんが次に取り上げたのは実は共和党内部の問題なんですね。トランプさんは共和党内部に仲間あるいは同志であるはずの自分をですね、下院で弾劾裁判にかけることに賛成した共和党議員、上院での弾劾裁判において有罪票を投じた共和党議員、つまり獅子心中の虫というか裏切り者がいることを問題にしました。実はね、トランプさんはこの問題をただ抽象的に批判しただけではないんですよね。もう裏切り者の名前を一人一人ね、名指しして批判したんですよ。
これはもうまさに宣戦布告というほかないですよね。演壇に立ってね、多くの公衆の面前でわざわざ裏切り者の名前を列挙したということは伊達や推挙ではありません。必ず報復するということを意味するんですね。来年に迫っている中間選挙では、それら裏切り者に対しては必ず全員に対して刺客となる対抗馬を送り込むことでしょうね。そしてこの対抗馬については明確な支援表明を行うとともに、莫大な選挙資金を提供し、また当然自ら応援演説をすることになるでしょう。先日ご紹介したエポックタイムズによる世論調査では、共和党支持者の約 90% がトランプさんが後押しした候補者に票を入れると答えたんですね。このことを前提とすれば、対抗馬を当てられた裏切り者が当選する確率は限りなくゼロに近いものになることでしょうね。トランプさんはこの点に関してこういう趣旨の発言をしています。共和党は団結している。分断があるとすれば、それはワシントン DC のエスタブリッシュメントよりの一握りの政治家とその他全ての国民との間の分断でしかないとね。つまりいわゆる裏切り者や抵抗勢力がいびつなだけで、それ以外はみんな健全な共和党員だというわけなんですね。そうなると共和党が団結するのは簡単ですよね。はい、どうすればいいですか？そう、いびつな裏切り者や抵抗勢力を外科手術のように切除すれば、つまり切って捨てればよいということですよね。来年の中間選挙からその動きが顕在化することでしょう。そういえばこの話の流れからトランプさんは新党立ち上げの件についても言及しました。トランプさんは今現在第3の党を立ち上げることに全く興味がないとした上で、次のようにはっきり言いました。新党設立はフェイクニュースだ。我々には共和党があるとね。ただし今回の選挙には問題があったことは間違いないとして、選挙制度の改革は共和党の最優先とすべきアジェンダと位置づけ、投票者 ID カードの導入等を含めた具体的な対策の必要性を力説しました。やはりこの問題にかける時間はかなり長かったという印象でした。それと同じぐらいトランプさんが攻撃の矛先を向けたのは、リベラルの声は大事にする一方で保守の声は検閲するという不公正なビッグテックのことでしたね。トランプさんは大統領職を辞める直前からツイッターやフェイスブックといったいわゆるソーシャルメディアから完全排除され、発言の場を失ってしまいましたからね。それは政治家としての命とも言うべき大衆とコミュニケーションを図る手段としての言葉を奪われたに等しい事態ですから、その悔しさたるやまさに想像を絶するものがありそうですね。トランプさんはこの点に関しては、独占的なビッグテックを解体する時が来ると述べました。おそらく来年中間選挙に勝利したら、早速通信費法230条の削除にも乗り出すことでしょうね。ところでトランプさんが特に力を入れて語ったのはやはり中国問題。この点に関してトランプさんはこう語りました。私たちは中国に立ち向かい、中国へのアウトソーシングを断ち切り、工場やサプライチェーンの国内回帰を進め、中国ではなく米国が世界の未来を支配するようになることが大切だと考えている。米国を去って中国で多くの雇用を作るような企業には報酬を与えないばかりか、むしろそうした企業には関税をかけ、罰金をかけ、あるいは処罰することになるだろうとね、かなり厳しい表現を使ってますね。それにしても今回の CPAC の大会で多くの人々がはっきり理解したことが一つあります。それは何だと思いますか？それはね、なんやかんや言ってもやっぱりトランプさんが共和党の真のリーダーだってことです。今回の大会で演壇に立ったそうそうたる面々、例えば息子のロナルド・トランプ・ジュニアはもちろんのこと、デニーロ、いやテッド・クルーズ上院議員にしても、ジョシュ・ホーリー上院議員にしても、あるいはクリスティ・ノーム・サウスダコタ州知事にしても、もちろんポンペイオ兄貴にしても、全員がトランプさんを信頼し、直接間接を問わず大いに褒めたたえたじゃないですか。そして彼らの口からトランプという名前が出るたびに、聴衆から歓声が湧き上がっていきました。トランプさんが演説中、何度も聴衆の中から自然発生的に USA 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 We love Trump We love Trump We love Trump We love you You won あなたが勝者だとね、連呼の声が湧き上がりましたよ。改めて振り返って
この大会で登壇した人物の中でトランプさんを批判した人は一人でもいたでしょうか。答えはノーですよね。ただの一人もいませんでした。実際この大会では簡単なアンケート調査が行われたんですけれども、トランプさんのマガやアメリカファーストの政策の継続を希望する人が実に 95% に及んだとされていますし、さらには 97% の人がトランプさんの大統領としての仕事ぶりを高く評価しました。また共和党の次期大統領候補として誰がふさわしいかという質問に対しては、地元のフロリダ州知事のロン・デサンティス氏の名前を挙げた人が 21% いたということなんですけど、これはね、やはり地元の人が一番多く集まっているわけだから、そういうことになるんですけれども、しかしね、トランプさんと答えた人はその倍以上の 55% に達したとのことなんですね。これはものすごい数字だと思いませんか。今回の CPAC 大会を通じて僕が改めてつくづく感じたことは、共和党はほぼトランプ党だということですね。今回の演説を聞いて僕は改めてトランプさんのすごいカリスマ性と偉大さを強く感じました。トランプさんにはぜひ今後ともこのまま党内のプレゼンスを保ち続け、来年の中間選挙で大勝利して、そしてご自身がね、今回の演説の中で強く示唆したように、2024年にはさらにパワーアップした大統領として華麗なる復活を遂げ、米国を世界を力強く引っ張っていっていただきたいと強く願っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。